こんにちは。今回はクロスリブステッチを紹介します。交差編みを間に入れたリブ編みです。このように交差編みがかなり凹凸のある編み方になります。そして編み地も厚手になります。伸縮性もある程度はありますので、しっかりとした厚地の編み地になります。編み図で説明します。この編み図は作り目を12目を作った編み図です。作り目が1段目になりますので、次は2段目です。2段目は編み図では裏編み2目となっていますが、編み図は表側から見た編み図ですので、2段目は裏側を見て編みますので、裏編み2目になっているときは表編みを2目編みます。そして左上交差の編み方ですが、これは裏編みを交差して作ります。次は裏編みになっていますが、これは表編みです。そしてこれは裏編みを交差して作る左上交差になります。次は裏編みになっていますが、これは表編み。そしてこちらも交差編みをして、最後の両端の2目は裏編みと表記されていますが、表編みを編みます。そして3段目は表から編みますので、編み図と同じ編み方をします。裏編みになっていますから裏編みを編み、次は表編みで右上1目交差を編みます。そして次は裏編み、次は表編みで交差編みを編んで裏編みを編み、交差編みを編んで次は裏編みを編みます。これを繰り返します。とてもややこしそうな編み方ですが、編み始めるとよく分かってくると思います。最初に作り目を作ります。一般的な12目の作り目を作ります。約3倍強のところに輪を作って編み棒を入れます。今回は極太ゲートを10号の棒針で編みます。こちらは糸玉につながる方で、こちらが糸端の糸です。間に指を入れて一般的な目を作ります。親指側の目を拾い、人差し指側の糸を引き出して糸を絞ります。親指側の糸を拾って人差し指側の糸を引き出して糸を絞って一般的な作り目を作ります。全部で12目の作り目です。12目ができました。作り目は1段目になります。編み地を裏返して、次は2段目から編み始めます。次に編むのは2段目です。2段目は編み図では裏編みになっていますが、裏から編みますので表編みを編みます。作り目から表編みを編むときはフランス式の編み方で表編みを編みます。針を左から右へ入れて向こう側の糸を引き出して手前に引き出します。これで表編みが2目できました。次は裏編みです。裏編みはおばあちゃんの編み方で裏編みを編みます。裏編みの交差編みを編みます。1目交差です。最初のこの目は編まないで次の目から編みます。1つ開けた2つ目の目に裏編みを編みます。針は右から左へ
入れて針の下を糸を引き出して右に出します。これがおばあちゃんの裏編みです。この裏編みにした目は針にかけたまま一目飛ばしたこの目を裏編みします。右から左へ針を入れ、針の下に糸を通して右に引き出します。これがおばあちゃんの裏編みです。そして2本の糸を針から抜きます。これが交差編みですが、まだちょっと分かりにくいと思います。次は裏編みとなっていますが、裏から編んでいる2段目は反対の表編みをします。そして次の2目でまた交差編みです。この交差編みは裏編みでします。針を右から左へ入れて糸を下から右へ引き出します。おばあちゃんの裏編みです。この糸はかけたまま一目飛ばした目を戻ってこの目にも裏編みを編みます。これで交差させました。糸を引き出して次は表編みを一目編みます。そして次の2目で交差編みを編みます。1つ2つ目の目に裏編みをして糸はこのままかけたまま飛ばした目に裏編みをします。最初は編みにくいでしょうから最初に編んだ目を押さえてから編むと編みやすいと思います。針の下を糸を通しておばあちゃんの裏編みをして2本の糸を引き抜きます。次は裏編みと表記されていますが裏から編んでいますので表編みを2回編みます。これで2段目ができました。次は3段目です。3段目は編み図と同じ編み方です。編み図では裏編みとなっていましたので裏編みです。そして2段目で表編みを編んでいますから3段目を見るときはもうすでに裏編みが見えていますのでこのまま裏目の出ているところは裏編みを編みます。右から左へ針を入れて糸を下から引いて裏編みを編みます。次は交差編みを編みます。右上交差ですが表編みで交差編みを編むと思ってください。こちらが表目が出ていますからこの目を交差させますので交差させるときは最初の目を編まずに次の目から編みます。表編みですので針は向こう側にして次はおばあちゃんの表編みです。この目を編むときは目がこちらの正面を向いていますから針は正面から向こう側に針を入れて糸を引き出して表編みを編みます。ですが交差編みですのでこの目は編まずに次のこの目で表編みを編みますので針は一目飛ばした後ろから針を入れて糸をかけて手前に引き出します。これで表編みが一目できました。次に今編まずに飛ばした目に針を入れて表編みを編みます。これで交差した目ができました。これを引き抜いて交差編みができています。次は裏目が出ていますので裏編みを編み次は交差編みです。表編みの交差編みをします。一目飛ばした次の
目に針を入れ、糸をかけて引き出します。次に飛ばした目に戻って表編みを編みます。糸を引き出して、次は裏編みです。この列はずっと同じ編み方ですので、出ている面の編み方で編みます。そして次がまた交差編みをします。表編みの交差編みをしますので、最初の目を飛ばした次の目に針を入れて表編みをし、最初の目に戻ってここに表編みをして糸を抜きます。次は裏編み2目です。このまま裏編みを2目編みます。これで3段目ができました。こちらは交差編みが見えています。次は4段目で裏返します。裏側は交差編みが見えません。次は最初に表編みが2目見えていますから、ここはそのまま表編みを2目編みます。そしてその次の2目で交差します。裏目が出ているところは裏編みで交差します。最初の目を飛ばして次の目に針を入れて裏編みを編み、最初の目に戻って裏編みを編んで2本の糸を抜きます。そして次の2目で裏編みで交差編みを編みます。1目飛ばした次の目に裏編みを編んだら、飛ばした目に戻って裏編みを編みます。糸を抜いて、次はずっと表編みが編まれていますので表編みを編み、次も裏編みの交差編みです。1目飛ばした次の目で裏編みを編んで、1目戻ったところで裏編みを編んで糸を抜きます。次は表編みを2目編みます。これで4段目ができました。次は5段目です。5段目は3段目と同じで、最初は裏編みが出ていますから、ここは裏編みを編みます。次も裏編みを編んで、次は表編みの交差編みです。最初の目を飛ばした次の目に針を入れて表編みを編み、飛ばした目に戻って表編みを編みます。糸を抜いて、ここはずっと裏編みですから裏編みを編みます。そして表編みの交差編みを編みます。1目飛ばした次の目に表編みを編み、1目戻って表編みを編みます。そしてここはずっと裏編みですから裏編みを編みます。次は交差編みです。1目飛ばした次の目に表編みを編み、1つ戻ったところに表編みを編みます。糸を抜いて、次は裏編みです。裏編みを2目編みます。これで5段目ができました。このようにジグザグのリブ編みができます。この目は2目で交差編みをしています。そして間は1目の裏編みを入れて、両側にも2目ずつ裏編みを入れてあります。それをずっと編んでいくと、この凸凹が交差編みになって
出てきます。ここが交差編みをしていますので高さが出ます。このような交差編みができます。とても厚手の伸縮性もあるクッションのいい編み地ですので、いろいろなものにお試しください。マフラーなどにもとても暖かくていい編み方だと思います。交差編みを間に入れたクロスステッチをリブ編みにした編み方を紹介しました。クロスリブステッチを編みました。